大丈夫ですか？ええ、心配ないわ。二人が思ってるほどね。シャノンの望んでた UFO 班が来たんだわ、きっと。驚かなかったとは言いませんけど。どうでもいいけど、何いちいち止まってんだこのエレベーター。みんなどうしたの？ごきげんよう。ねえ、ちょっとどうしたのよ。出ていくことにしたわ。え？君が悪いものよ。ごきげんよう。ご機嫌か？ただいまから特別放送をお送りします。この放送は木島理事長の要請によるものです。理事長の木島海平です。皆さんもすでに知っている通り、今夜一人の生徒が皆さんの目の前で姿を消しました。僕もその瞬間を目撃した一人です。あんな風に人が消えるなんて、正直言ってとても驚いています。だから皆さんの気持ちはよくわかります。でも不安がったり恐れたりすることはないような気がするんです。この学院で不可解なことが起きているのは確かです。ただそこに悪意は感じられないんです。というのは、僕は皆さんが知らないことを知っています。悪意が感じられないというのはそれが根拠になっています。その全てを今夜欄にアップロードします。何も強制はしません。今この学院で何が起きているのか、それに対してどう行動するか、それを読んで皆さんが判断してください。残念だけど今は何も約束できません。でも僕は何としても消えたみんなを見つけ出すつもりです。無理を聞いてくれてありがとう。お安いご用です。お疲れ様でした。頑張ってください。ありがとう。誰がポケベルを？きっと犯人だわ。ねえ、この男の子幽霊だと思わない？どうして理事長だけがこんな体験を？わからないけど、誰かが何かを伝えようとしてるってことじゃないかな。誰が？さあな。でも海平は教えてくれたって書いてるだろ。だから悪意は感じられないってこと？おそらくな。どう思う？わからないわ。これだけで判断するのは無理ね。やっぱりリーナ平気なのかな？え？うん、宇宙エネルギーのこと調べるのさ、協力してもらったんだけど、消えたみんなのことをあんまり気にしてないみたい。協力してくれたんだろ？うん。じゃあ気にしてんだよ。でなきゃ海平のこのレポートだってわざわざ見に来やしないよ。彼女はそういうの出さないタイプなんだよ。おい海平。ああ、おはよう。よ。ごきげんよごきげんよう。ああ、ごきげんよう。ああ、庚申塚さん。ちょっと落ち込んでいるわ。消えてしまったことより置いていかれたことの方が大きいけれど。ああ、多分消えたみんなと一緒にいると思うけれど、こちらで一番近いのは理事長ね。違うかしら。みんなの様子は？お前の放送を聞く前に出て行った連中以外は残ったぜ。とにかくもう少し様子を見る気になったってことかな。それでいいんだ。少しでも落ち着いていてくれれば。みんなが消えた現場の中で、ここが風の歪みを一番強く感じる。どうしてだろう。
海平さん。シスター、僕は一体。プールで溺れてたのよ。そうだ、僕は水の中に閉じ込められて、あの男の子が僕を見ていた。そして気がつくと僕は海を漂っていた。風の歪みが別の世界への入り口だっていうのか？ああ、あの時僕は溺れたんじゃなくて、消えたみんながいる世界に迷い込んだのかもしれない。しかしさ、プールの中だろ？水の中に風の歪みがあんのか？多分な。多分？とにかくもう少しって感じがするんだ、みんなのところまで。もう少しね。ほらこの辺に歪みがこんな風に。ここか？うん。どうだかな。でもあるんだ。だがな、歪みがあるからってそう簡単に別の世界に行っちまうんじゃ危なくてしょうがねえよ。そうなんだよ、危ないのさ。だから困るのさ。これで通り抜けたか？龍蔵、お前なんともないのか？あ、何？それで怪我はないんですね。ええ、でもかなりショックを受けている様子だったわ。今はシスタージーナに付き添われて医務室に。しかしホワイト先生ってもともとセクハラジムとか呼ばれてる先生でしょ。それが今さら生徒を襲うなんてな。いや、襲うなんて気持ちは全然ないんですよ。ただいつものように生徒の胸に触ってそのサイズを測りたかっただけで。今までに報告されている痴漢事件も全て彼が犯人のようね。いや、違いますよ。一連の失踪事件とは関係ありませんよ。私はただの痴漢ですから。とにかく六蔵さんが通りかかってくれてよかったわ。全然悪気はないんですよ。今回はちょっとびっくりさせちゃったみたいで。それで大丈夫なんですか、イリーナ？ああしてずっとうつむいたまま、よほどショックだったのね。イリーナ、こんなところ痛くない？被害者の気持ちって言われてもな。私痴漢に会ったことないし。でもセクハラジムに触られた子ならいっぱいいるよ。彼女はだいぶ参ってるみたいなんだ。だからなんとか力になってあげないと。失踪と消えたいっていう心理には何か関係がありそうなんだよ。こんなところにいたくないか。ああ、もしもイリーナが。でもどうするの？だからさ。何もしない方が良くない？かもな。私廊下で触られたことあるよ。私もお尻だったけど。笹目ゆきさん、グラウンドのそばで痴漢に胸触られたことあるんだって。すぐどっか行っちゃったらしいんだけど、それもホワイト先生だったのかな。かもね。いや何か？いや、なんていうか昨べは。もう平気です。他に何か？なければ一人にしてもらえますか？勉強したいんです。いつも通りって感じじゃねえか。
痩せ我慢しているだけかもしれない。しつこくすると嫌われっぞ。隣いい？他にも席は空いてますけど。あれ、本当だ。全然気がつかなかった。あ、自戒の強い地域に住む15歳以下の子供は弱い地域に比べて小児白血病になるリスクが3倍もあるんだって。でも動物実験では電磁波と白血病の関連を裏付ける証拠はないみたいよ。え？そうなの？ええ、そうよ。でもそれだけで？そりゃそうだよ。ここにはいたくないなんて聞いたら気になるよ。ごめんなさい。でもあれはあの時ちょっと気が動転してて思わず言っちゃっただけだから。全然そんな気はない？本当に？あ、うん。どうかな。本当に大丈夫です。もう。分かった。え？まだちょっと気になるから明日もね。何やってるんだろう。お、あんな楽しそうなイリーナ初めて見た。何？何よ。なんでもない。え？何？ごめん。こんなにリラックスしたの初めて。このまま朝までいてしまいそう。それじゃあ無断外泊だよ。朝早く戻ればどうかな。あ、だって理事長が一緒だもの。大丈夫よ。それじゃあ僕の方がまずいよ。勝手に規則変えてって怒られるかも。大変なんだ、理事長って。大変なんてもんじゃないよ。あれやこれや問題だらけでさ。どんな？いろいろ。じゃあなぜ理事長になったの？なんとなく。え？おじいちゃんの遺言でさ、なんで僕なのかよくわからないけど気がついたら引き受けてた。気がついたら？あのさ、前の理事長ってどんな人だった？え？おじい様なんでしょ？そうなんだけど長い間会ってなかったから。でも私もあまりお会いしたことないからよくわからないな。ただ私ここを選んでよかったなって思ったわ。すごく自由があって自分の道を自分で決められる。そうじゃなくて決めなくちゃいけない。一体何ができてどうしたいのか。何かに流されるんじゃなくてちゃんと自分を見つめて、それができる場所だったわ。おじいちゃんのおかげ？きっとそうかな。今の理事長はダメかな？そんなことないと思いますけど。どうかな。本当にいいと思います。よくはないよ。何が理事長だかも分かってないぐらいだから、ただ変な事件が起きて走り回ってるだけかな。
でもそれでいろんな女の子と話していろんなことが分かって、まあ分からないことも多いけど、なんだか教えられることが多いって感じかな。そう。ちょっと待ってて、何か飲み物買ってくる。何を期待していたの？一人で生きていくって決めたはずでしょ。分かってるわ。何ですか話って。嘘をついていたの。え？プールであなたを見つけたのは偶然じゃなかったの。私の前にも現れたの、白い少年が。多分あなたの前に現れた少年も同じだわ。教えてくれたんですね、少年が。そうよ。あの少年を追って行き、気を失っていたあなたを見つけたの。そうだったんですか。それからえ？私にも海を漂っていた記憶があるの。本当ですか？ええ。でも訳がわからないの。ただあなたも同じことを体験したのなら、一連の事件との関係も。ありますよシスター、絶対です。もう一息って感じがするんです。何のテキスト？国際関係論。どうしたの？今日中にまとめなければならないレポートがあるの。ごめんなさい。でも夕食は食べるよね。レストランで待ってるから。約束はできないわ。海平、やっぱりほっといた方が良かったんじゃねえのか？ほっとく？彼女に惚れたんなら話は別だがな。もし彼女に消えてほしくないってだけならほどほどにしておいた方がいいんじゃねえか。今のお前はさ、事件解決の手応えに舞い上がってるって感じだぜ。わかんねえな。何が？あいつ惚れてるわけはねえんだよな。どうして？ん？ママ、パパどこに行っちゃうの？イリーナ。さあ行くよ。死んじまったもんはもう帰ってこないんだからね。ママ、困ったね。男の子だったらまだ使い道はあったのに、イリーナじゃ何の役にも立ちゃしないよ。んじゃ売り飛ばすか。ひどい人だね。あんたの姪だよ。だからなんだ。せめて買い取ってもらうぐらいいいなよ。誰の力も借りない。誰にも迷惑をかけない。あなたは一人で生きていく。そう決めたのよ。分かってるわ。こんなところにいたんだ。あのさ、僕ちょっと。勉強に集中したいの。一人にしてください。もう本当に大丈夫だから。事件のこと忘れたわ。理事長のおかげです。僕は。もういいんです。もうおしまいにしたいんです。あとは一人にしてください。イリーナ、来ないで。私は知ってるよ。あまりに幸せすぎるとかえって不安になっちまう子がいるもんだよ。やめろー！イリーナを消すなー！
何かが変わっていく。